皆さん、こんにちは。楽しい天体観測の庭です。今日はアンドロメダ銀河の画像処理について解説したいと思います。こちらの結果なんですけど、これは先月私が撮影してきたアンドロメダ銀河です。このアンドロメダ銀河なんですけども、撮影自体はとても明るい銀河ですので、それほど難しくないと思うんですが、画像処理は割と難しいんですね。背景の被りを取るのが難しいのと、もう一つ色合わせです。この背景被り色合わせがうまくできれば、アンドロメダ銀河の画像処理はほとんどうまくいくんだと思います。今回ですね、題材に使うのは、先月撮影したアンドロメダ銀河で、鏡頭は高橋の FSQ106ED、それからカメラは、ZWO の ASI620MC というカラーカメラで撮影しています。マイナス10度で撮影しています。ちなみにこのマウントはですね、中古で最近買ったアストロフィジックスの Mac1 というマウントです。自慢のマウントだったりします。では早速ですね、画像処理を始めたいと思います。画像処理はいつもの Pix インサイトで行います。画像処理はですね、3段階のフェーズに分かれてまして、前処理、それからリニアフェーズ、ノンリニアフェーズの3段階です。まず前処理からスタートします。これスクリプトのバッチプリプロセッシングの、バッチプロセッシングの Weighted Batch Pre-Processing を起動します。WBPP と言われているものですね。で、こちらに撮影したダークファイル、フラットファイル、ライトファイルを設定します。まずダークについては私もうすでに何度も使い回しているダークがありますので、このダークをもうマスターファイル、これインテグレーション済みのダークを設定します。ダークっていうのはそれほど毎回変わるわけでないので、過去に使ったものは使います。今回180秒のダークと2秒のダーク、これはライトフレーム用、2秒の方がフラットフレーム用のダークファイルを読み込みます。フラットについては、こちらのフラットで、フラットも私毎回撮影しますので、フラットファイル。これ毎回撮影するのは、ゴミがついている場合に、ゴミの位置が変わってしまうので、使い回せずに、毎回撮影してます。これ101枚撮ってますね。中途半端。なんで100枚じゃない。いいや。101枚撮ってます。大体フラットは、100枚ぐらい毎回撮ってます。ちなみにダークも100枚撮ってます。2秒のフラットですね。ライトファイルは、同じく撮影したライトを、設定します。これ72枚ですね。撮ってます。1枚180秒で3分の録音ですので、1時間に20枚。で、その172枚ですと、3時間で60枚だから、3時間と12、36分ですかね。12枚の2、3、3、2が6、3時間36分ですね。のライトファイルです。それからアウトプットディレクトリとして、デスクトップ上に、これさっき作った M31 というこちらのフォルダを指定します。からオプションなんですけども、まず、ウェイティングこれは思い付けします。リジストレーション1合わせもします。で、アストロメトリックソリューション、これやっておいてもいいんですけれども、結構エラーで落ちることがあるんですね。エラーで失敗することがあるんですね。なので、これ後からできますので、今回はオフにします。ローカルノーマライゼーションします。イメージインテグレーション1合わせで、このオートクロップ、これ勝手に小さくするんですけど、これ自分でやりたいので、これもオフにします。カリブレーション、フラットの方はそのままで結構です。で、カリブレーションですけれども、こちらチェックすると、この72枚のライトに対しては、フラットとダークが180秒当たってますし、このフラットに対しては2秒のダークが当たってます。これ2秒の、180秒のライトに対して180秒のダークですし、2秒のフラットに対して2秒ですので、時間が合ってますので、このオプティマイズマスターダークはオフです。これはあまり使わない。これ秒数が違うダークを使うときに使うんですけども、オフにした方が安全ですね。カラーイメージですので CF イメージをオンにします。次にポストカリブレーションを見ます。ポストカリブレーションでとても大事なのは、ここでドリズルをエネーブルにします。スケールは1でも大丈夫です。これドリズルというのは複数のデータを使って
複数のデータインテグレーションすることで、解像度を増やすもので、例えば、スケール2にすると解像度が縦横2倍になります。で、今回1ですので、解像度全く変わらないです。じゃあ、なんで1のスケール1のドリルズ意味があるのかっていう質問があると思いますけども、これとっても意味があるんですね。これはですね、色に影響が出てきます。これはドリズルをしない場合ですと、画像というのはディベイヤーという、カラー画像をディベイヤーという形で、RGB に分解して、その後位置合わせをするんですけれども、このディベイヤーの時点で一度ですね、ピクセルの保管を、足りないピクセルを保管しますし、位置合わせのスターアライメントでも位置合わせを、ピクセル保管をします。このピクセル保管がですね、星の色に影響を与えてしまって、後でカラーカリブレーションするときに、色がちょっとおかしくなるんですね。あの、アンドロメダ銀河を WBPP じゃなくて、SPCC とか PCC をかけたときに、ちょっと緑がかってなってしまった方いるかと経験したことあるかと思います。これPCC とか SPCC かけて緑がかってしまったりとか変な色になるのは、ディベイヤーであるとか、スターアライメントのピクセル保管によって星の色が正しくならないので、正しくない色の星で色合わせをするから変な色になっちゃうんですね。ところがですね、ドリズルを使うと、ドリズルの場合はピクセル保管しないんですね。複数のちょっとずれた画像の情報を使って、あのインテグレーションしますし、この WBPP でドリズルする場合はディベイヤーなしのベイヤードリズルと言いまして、ディベイヤーをせずにドリズルします。その結果、ピクセル保管が一切なくなりますので、正しい色になるんですね。これ結果見てみましょう。これ2つ、左側が、通常のディベイヤーをして、スターアライメント、位置合わせをしたもの。で、右側がですね、ドリズルしたものなんですけども、右側のものがですね、やっぱり色が正しく表現されているのがわかるかと思います。このようにですね、ドリズルをすると色が綺麗になる。これも大事なポイントです。ちなみにドリズルをするときはです、必ず撮影時に、ディザリングしてください。少しずつですね、画像がずれていないとドリズルは効かないんですね。そういう機能がない場合は手でちょっとずつ画像をずらしてもいいんですけども、そういうことで少しずつずれた画像を利用してください。それではですね、実行してみたいと思います。最初にダイグアノスティクス、ちゃんと言いなさい。で、チェックして、OK ですね。これでじゃあランで実行します。今、実行が始まりました。で、少し時間かかりますので、時間かかりますので、これ待ってみましょう。今、ドリズルをしていて、間もなく終わりそうですね。72分の69ですので、あと3枚です。ちょうど2時間弱かかってますね。今回、ちゃんと一から全部やろうと思ったので、WPP もかけてみたんですけども、2時間ずっと待ってました。待ってる間、YouTube 見てました。モノクロカメラ普段使ってるんで、もっと時間かかるんですけども、カラーでもやっぱりかかりますね。あと1枚ですか。もう少し待ちましょう。これ最後終わった後にちゃんとできてるか、割と緊張する瞬間なんですけども、これで最後のドリズルですね。はい、終わりました。それではこれでこれを終了して、こちらも終了して、ファインダーで見てみます。デスクトップの M31 のマスターですね。こちらの、こちらに、いくつかファイルできてますけど、このドリズル、これができたデータです。でスクリーントランスファーファンクションでいってみましょう。リンク外してみてみます。
あ、よかった。ちゃんとできてますね。これが、インテグレーションした後のデータです。では、ここからですね、かぶりを取っていきたいと思います。あの、最初に言ったんですが、アンドロメダ銀河って結構やっぱり、背景のかぶりがあって、これが難しいんですよね。背景のかぶりを取るのなぜか難しいんですね。最近H2 領域、アンドロメダ銀河の後ろ側をすごく赤くするのが流行ってますので、もしかしたらこれかぶりじゃなくて、単なる、単なるというか H2 なのかもしれないんですけども、今回は、フラットな、背景フラットな画像を目指していきましょう。ここでですね、ダイナミックバックグラウンドエクストラクション。これで実行します。一旦これリセットします。で、DBE なんですけども、私いつもやるのは、まず、サンプルを、これ ABE、オートマティックもありますけども、やっぱりダイナミックバックグラウンドエクストラクションのが今のところ、性能がいいです。で、DBE で、まずトレランス、これがどれぐらいのサンプルの中の許容するかなんですけども、0.5小さすぎますので、10倍の5にします。こうすると、ピックしたサンプルの中のかなりのピクセルを採用することになります。でスムージングファクターは少し、これはスムーズさを高めるので 0.6 にします。もう一つサンプルジェネレーションで、このサンプルラディアス、これがですね、5はちっちゃいので20で少し大きめにします。これで実行しましょう。サンプルを取っていきましょう。サンプルはですね、順にこうやって取っていくわけですね。大体私、80点ぐらい、これ今星が入っちゃってますので、これは少し位置を移動します。大体7、80点ぐらい取る感じですかね。この星入っちゃって黙々と取っていきます。これこういうハローの近くにはつけずに背景のところを取っていきます。今45点取ってます。ちょっとこれオフにしてみると、こんな感じで、ちょっとこの辺足んないですかね。この辺も打ってみましょう。この辺ハローがあったから。じゃあちょっとよくやってこの辺。ハローの部分は打ってはいけないので、ちょっとどかしてやっていきます。でもう一度これオフにして、あとこの辺ですかね。これもこうか。こんな感じかな。だいたいこれでまんべんなくいって、この辺もちょっと打ってみましょうか。この辺これまんべんなくいってますかね。今50点。50点あればいいですかね。さっき70点とか言いましたけど、7、80点言いましたけど、50点でいってみましょう。これで、ターゲットコレクション、通常はサブトラクションは、引き算、ディビジョン割り算なんですけども、ちょっと引き算は強くなりすぎることあるので、通常私ディビジョンをやってます。これ実行します。まずですね、結果を見たくなるんですけど、結果を見る前にまずバックグラウンド見ます。結果を見るといいかなと思っちゃうんで、バックグラウンド何を見るかというとですね、この打った元のサンプルとこちら比較して、変なこと起きてないかって確認します。これ、それほど局所的に引かれてるわけじゃないので大丈夫かなと思います。これ、ちなみにこの激しいモード、これ通常のモード、それからこれがブーストモードなんです。ブーストモードで見ると確かにこの辺がかぶりが強いので、これを引いたんでしょうね。こっちの方がかぶり強いかな。こっちが薄くて、こっちが緑、こっちが赤っぽくて、こっちが緑っぽいので、こっちの方が引くのかな。これで見て、いいかなと思います。じゃあ、それ次に、こちらの結果の方を見てみます。
えっこう見ると大丈夫そうなんですが、ちょっとブーストしてみましょう。ブーストすると、どうでしょうね。この辺が緑っぽいんですけど、ちょっとこの辺が赤っぽいので、もう一踏ん張り、ちょっとこの辺にまだらがある感じしますよ。なので、この辺をちょっとサンプル増やしましょうか。あと、そうですね、この辺が薄いけど、ちょっとこの辺濃い気がするんで、この辺もですね、もう少しサンプル増やしてみたいと思います。じゃあ消して、さっきの、この辺ですね、この辺をちょっと増やしと、この辺を増やしてみて、あと、この辺でしたよね。もうちょっと増やして。よいしょ。あと、結局まんべんなく増やしてる気もしますけども、これで、よいしょ。じゃあこれで実行してみます。バックグラウンドですね。で、これで見てみますと、これでブーストしてみると、さっきより良くなってますかね。まだちょっとこの辺りが赤っぽい気もするのと、そうです、この辺り赤っぽい気がするのと、あとは、この辺がちょっと赤っぽいんですかね。あと、この辺りも赤っぽい気がしますよね。気のせいのような気もするが、この辺りですね。この辺ちょっと増やしてみる。あとこの辺ですね。ちょっとこれギリギリですかね。あとは、この辺りかな。これ DB って私こういうふうに3、4回やってます、いつも。じゃあこれちょっと実行してみましょうか。これで見ると、これは、これちょっと形変わりましたね、さっきのより。さっきもっとまだらだった気がしますけど、これで見てみると、こんなところですかね。ちょっとこの辺。これでよしとしましょうか。はい。これで一回 DB が OK です。で、これ新しい画面作られるんですけども、後々履歴を追うのに大変なので、ここでですね、OK となったら一度これを消して、ここで、バックグラウンドモデル作らなくて、リプレイスターゲットイメージってやるとですね、こちらの元の画面を置き換えいくので、こうすると、履歴がちゃんと、追うことできます。はい。これでですね、これで、先ほどの OK のものですね。こんな感じで、はい、かぶりを取りました。これ、じゃあ見てみましょうか。元がこれで、ブーストすると、やっぱそうです。こちらのがすごい赤っぽくて、こちらが緑っぽくて、かなりかぶりがあったんですけど、これを、DB した後は、かなり良くなってますね。はい。次にですね、SPCC を書きます。SPCC は色合わせなんですけれども、SPCC 書ける前にプレートソルブしなきゃいけないんで、スクリプトからイメージアナリシスのイメージソルバーっていうので、一回星の位置を確認し、画像の位置を確認します。教え込みます。ここで、イメージソルバーで、サーチで M31 とやって、アンドロメダ出てきましたので、M31 選んで OK にします。で、フォーカルディスタンス、これは焦点距離を530で合ってます。FSQ これ使ってますね。530で合ってますね。で、ピクセルサイズも3.76で合ってます。正しくデータから取ってきたんですかね。正しく表示されてます。では、これで OK します。
はい、これで位置合わせ、位置の確認は終了しました。これで準備ができたので、色合わせをします。色合わせはカラーカリブレーションのSPCC を選びます。で、パラメーターですが、まずキウイカーブはこれのソニーの、こちらのフィルターなので、フィルターじゃなくてセンサーなので、こちらを選びます。で、カラーカメラなので、ソニーのカラーカメラのままにします。で、リージョンオブインタレストで背景部分を選びますけども、これですと、どこでもいいんですけども、この辺りにしましょうかね。この辺り、ここにしましょうか。この辺りを、これバックグラウンドニュートラリゼーションという背景をニュートラルにするための場所を選びますので、どこが背景ですかと選びます。で、この辺りが背景だと選んで、これで OK と。で、これで実行します。終わりました。綺麗なフィッティングになってますよね。でこれで、これを消して、で、今回ですね、このリンク状態にして、このボタンを押します。このリンクボタンというのは、ストレッチ、これ、STF で画面上ストレッチするときに、R と G と B を同時に同じ量だけ画面にストレッチするものです。これ色合わせが終わっているので、これオフにしてやるとバラバラでストレッチになっちゃうので、合わせて押します。そうするとこれが出来上がった色合わせもあった銀河です。アンドロメダ銀河です。うまくいってるんじゃないでしょうか。で、ここでプレビューは削除しておきます。で、次にですね、ここからストレッチに入るんですけど、ストレッチ入る前に、デコンボリューションのツールである BXT をかけたいと思います。デコンボリューションの中で、BXT という、これは最近出てきた AI を使った画像復元処理で、かなり機能が高いです。これ有料のソフトなんですけれども、お金払ってでも使う価値はあるかと思います。これを使いましょう。ここで、全部かけると大変なので、また、プレビューで、この辺りをちょっとプレビューしてみたいと思います。で、プレビューで、大きくしましょうか。これで、じゃあ一遍このままかけてみましょう。そうすると、まずこれが前、後なんですけども、ちょっと私の感覚からすると、星がですね、ちっちゃくなりすぎてる気がするんですね。やっぱり星小さいと、性能は高いように見えるんですけども、ちょっと寂しくなりますよね。なんで、拡大もしましょうか。リンギングは起きてないので、問題はないんですけど、ちょっと寂しいですよね。なんで、星を、このシャープペンスターズをもうちょっと値ちっちゃくして、これぐらいでやってみましょうか。これぐらいだったら、その痩せ細った感じもしたらいいんでしょうね。はい。次にですね、銀河の部分なんですけども、これが前で後で、これだ、ちょっとこれかかりすぎて、これだったらいいかもしれないですけど、私、気になるのは、会長飛んじゃう感じが、これかけすぎると会長飛んじゃうんですけども、若干不自然に、これだったらそうでもないかもしれませんけども、少しこの辺とか、ボツボツが激しすぎる気がする。これも少し緩めてみましょう。これぐらいにして、これ前ですね。で、これで、ちょっとまたやってみます。これが前、あと、これがあったら自然ですかね。かけすぎると、会長が飛んだり、する感じが出ちゃうんですけど、これなら自然な感じはしますよね。
この辺りもちょっと見てみます。この辺り見ていただきたいんですけども、まあそんな変ではないですよね。さっきの大きくかけた場合ですと、さっき9があった 0.9 ぐらいにするとどうなるかというと、そうですよね。ちょっとあんまり小さな差なんですけども、こういうところとかが少し激しくなりすぎちゃってる気がするので、こう明るいところと暗いところがポンと下がってるように見えちゃうんで、やっぱり下げましょうね。これ 0.4 でしたね、さっきね。これが前で、これならまあいいですかね。少しこれがあの中間の明るさも出てる気がします。明るいところ暗いところがニッチじゃなくて、明るい中間暗いみたいになってる感じですかね。でこれで OK なんで、じゃあ全体にかけていきます。プレビューを消して、でこちらをこれで全体にかけていきます。はい。これが前で、後ですね。星も、そんなに痩せすぎず、って感じしますし、この暗黒体のところも、いい感じじゃないでしょうか。ちょっと見てみましょうか。これが前で、後ですね。こういうところも、前で、後で、くっきりしてますけども、くっきりしすぎない感じになってるかと思います。でこれでいきましょう。はい。ここでですね、リニアフェーズが終わりました。この後ストレッチに入ります。ストレッチは私はほとんど最近もうヒストグラムトランスフォーメーションでやっています。これが一番使いやすいですかね。ヒストグラムトランスフォーメーション一旦これオフにしてプレビューを開けて、でこちらでですねミッドトーンをグッとこっちに持っていきます。そうすると明るくなってきましたね。でこれで実行します。でまた元にもリセットかけます。でもう一度ミッドをグッと持ってきますね。ちょっとこれぐらいにしましょうか。はい。でリセットして、でかなりシャドウ部分が平坦になってるんで、これ少し切ります。切りすぎないようにして、これぐらいですかね。はい、こんな感じでストレッチしました。ちょっとアークサイン H もかけてみましょうか。ヒストリーのトランスフォーメーションありますが、アークサイン H を使うと、サイドが結構上がる感じがするので、アークサインストレッチもかけてみたいと思います。私、アークサインあんまり得意じゃないんで、あんまかけないんですけど、今、ちょっとやろうかって言って後悔若干しますけど、かけてみましょうか。これぐらいですかね。こんなもんかな。本番でチャレンジするという。はい。これができた状態ですね。これが前で、かける前でかけた後、まあいいんじゃないでしょうかね。はい。ヒストグラムこんな感じで、綺麗なヒストグラムになってます。これで最初のストレッチが終わりました。次にやりたいのは、サイドをやっぱり上げたいですよね。こちらで、サイドを上げるのはカーブストランスフォーメーションというツールを使います。ここで、この S、サチュレーション、サイドの S、サチュレーションの S で、サイドをある程度グッと上げてみます。
かなり綺麗になってきましたね。はい。じゃあ次にですね、あのーここで一度ノイズリダクションをかけてみましょうか。ノイズリダクションは最後かけてもいいんですけども、かなりこれ終盤に近づいてきているので、ここでノイズリダクションをかけてみたいと思います。ノイズリダクションは、いろいろツールがあるんです。これまで私はTGV ディノイズっていうのを使っていたんですけれども、最近ですね、ノイズエクスターミネーターを主に使っています。これも有料のソフトなんで、これ先ほどのBXT と同じところで作ってるツールで、有料なんですけども、これ最強なんですよね。なんでお金出す価値があると思うんで、ぜひ皆さんも使っていただければと思います。で、これで、プレビューを使って実験をしていきます。これそれほどノイズがない3時間半、先のカメラ優秀です。3時間半の画像なんですけど、それほどノイズないんで、かけすぎないように、これ、ちょっと半分ぐらいこれようなもんにして実行します。これ、まずプレビューで実行します。そうすると、これが前、後、わかりますかね。前、後、減ってますよね。で、こういう銀河のところも前、後、こうぼやけてしまうのが怖いんですけども、そんなに問題なさそうですね。前、後。ではこれで OK なので、全体画面に戻ってプレビューを削除して実行します。はい、実行しました。面白いのは、こちら前で、ノイズリアクション切る前は、この辺、これ銀の背景ってほとんどこの辺これが背景なんですけども、これが背景のこちら側がですね、ノイズリアクション切る前はばらついていたんですけども、ノイズリアクション切ると、割と平坦になってくるので、後の方でこの辺、もうちょっと背景を締めることができるかと思います。これだけ綺麗だったら少し、もうちょっとストレッチしましょうか。これをこう上げて、で、ここをこう下げて、プレビュー見ながらですね。もう一回やりましょうか。これで、こうストレッチして、で、こちらをこう下げて、で、実行します。かなり立派になってきましたね。もう一振りかけてもいい。もうちょっとやってみてもいいのかな。もうちょっとやってみましょうか。こんな感じです。それから、ここでもう少しコントラストを上げたいと思うので、そうですね。もう少しコントラストを上げたいので、LH、ローカルヒストグラリコーラゼーションっていうツールを使ってみたいと思います。これは局所的にコントラスト上げるようなツールです。ちょっとアップしてみましょう。このカーネルラディウス、これがどれぐらいの、範囲で、これを大きくすると大きい範囲でコントラスト上げますし、小さくすると細かく上げていきます。で、アマウントはコントラストの量なんですけども、
これ1だと上げすぎなので、かなり減らして、ほんのちょっと上げればいいぐらいだと思います。で、こうすると小さい範囲で上げます。こうすると大きい範囲で上げるんですけども、少し拡大しましょうか。これが小さい範囲で、もうちょっと大きく書きたいので、これぐらいですかね。これ、ビフォーアフターなんですけども、ビフォーアフター、アフターのがコントラストかかってますよね。これでいいんじゃないでしょうか。じゃあこれで実行します。あ、しまった。まだ実行中でした。実行中にプレビュー消しちゃったんで、ちょっと今こんなのになってますけども、もうちょっと待ちましょう。今若干不安になりますけど、OK ですね。これが前、これが後。ちょっと拡大しましょうか。これが前。これが後です。やっぱりコントラスト上がってますよね。これ、なかなかいいんじゃないでしょうか。はい。で、これでですね、かなり仕上がってきたんですけど、もう少し、この銀河サイドを上げたいですよね。ただ、星はもうこれ結構カラフルになってるんで、これ以上星サイド上げると、これ、真っ赤になっちゃう怖さがあるので、これも青くなって、一旦いいか。一旦ちょっとサイドをちょっとだけ上げてみて、少しだけ、もうちょっとこの辺青くしたいんで、少しだけサイドを上げてみて、で、星やサイドも含めてサイドがありましたけど、もうちょっとこれをとどめにサイド上げたいので、銀河だけに上げるためにマスクを作ります。このスクリプトのゲームというマスク、これもインストール方法は後ほどコメント欄につけておきますが、ゲームというツールでマスクを作ります。アッドってやって、これで、こんな感じですかね。で、ここでですね、バイナリーマスクを選んで実行します。そう、こういうマスクできますので、で、これだときちっとなってしまっているので、ここでコンボリューションで、マスクをぼやかします。で、これにマスクをかけていきます。あれ、マスクが変わっていない。わかりましたね。これツールバーにつけてるんで、これこちらでね、こちらのショーマスクの機能をここにつけてるんですけど、オンオフで、ここにマスク買ってるので、これでもう一振り、やりすぎかなと思いながら、もう一振りちょっとかけてみましょう。はい。ちょっと濃いかな。まあいいですかね。はい。いいと思います。それから、こういう青っぽいとこをもうちょっと青くしたい人もいるかと思いますので、最後にそれを調整かけて、その前にですね、この辺が緑っぽくなってますよね。若干緑のかぶりがあるので、ここで SCNR、SCNR。これで、これ
少し半分ぐらいして、これでかけてみましょう。さっきカーブストランスフォーメーションでサイド開けたんで、かぶりが出てきたんと思うんですけども、これ元に戻すと、この緑っぽいのが、これでいい感じじゃないでしょうか。で、最後に何回か言っちゃってますけども、もうちょっと青くしたい人がいるんじゃないかと思うので、そこを、これはいつもやっていいんだかどうだか悩むんですが、やっちゃいましょう。カラーカリブレーション、カラーサチュレーション。カラーサチュレーションってツールで、この辺りですね、ここ、ちょっと、この辺りを見ると、ちょっとこの辺りですね。これだとこれはこの辺り。で、ちょっとこの辺りを強めてみましょう。これですね、こう、1点押して、1点押して、1点押して、こう押すと、そうすると、もうちょっとやる。こうしようか。こんな感じにすると、この辺りを強めますよっていうのを挙げてみます。これをかけてみます。これマスクした方がいいですよね。マスクしましょう。背景までいっちゃうと、背景まで行き過ぎかもしれないので、マスクをして、これで実行します。そうすると、これが前で、あと、ちょっと拡大しましょうか。これが前で、このくらい見てくださいね。前で、後で、ちょっと濃くなってますよね。これをやっていいのか。いいでしょうね。青い方がいいですもんね。こうします。こんな感じで、仕上げてみました。どうでしょうか。ちょっと茶色っぽすぎちゃったかな。すいません。ちょっとやり直していいですかね。ちょっと茶色っぽすぎるので、やり直す場合はですね、この、ロードヒストリーエクスプローラーで戻るんですけども、このカーブストランスフォーメーションがきつかった気がして、ちょっと僕の中では茶色っぽすぎる気がするので、もう一回ここに戻りますね。このローカルにコントラスト上げとくので、いっぺん戻ります。あ、やっぱりなんか、すがすがしいですよね、こっちの方がね。これが最後なんですけども、こういうの好きな人いるかもしれない。やっぱりちょっと前のが良かったと思うので、すがすがしくして、それでですね、ここに、これでマスクをかけて、で、カーブストランスフォーメーションを少しだけにしますね。さっき2回かけてるんですけど、1回で少しだけにしましょう。これがまた、森ってやっちゃうんです。これぐらいにしましょうね。で、SCNR やっぱかけた方がそうですね。ごめんなさい。マスク取るの忘れてた。マスク取る、マスク、ちょっと元にします。マスクを取って、で、かけ直します。はい。それで、やっぱりこういうところを、青くしたい私は、これでもそんなに位置が青くないのかな。この辺ですね。これを青くしかけてみます。今度はマスクするの忘れました。ちょっと緊張しますね。緊張というか、これでマスクをして、これ、アンドゥしました。で、もう一度やり直します。
こういう失敗してアンドゥリドゥっていうのもリアルなので残しちゃいますね。いつもこんな風に行ったり来たりしてやってます。これでいいんじゃないでしょうか。さっきよりももう少しすがすがしさが残ってるんじゃないでしょうか。はい。これでいいんですけども、もう少し、じゃあ最後に一つだけやりましょうか。全体のコントラストを最後にもうちょっとだけ高めたいと思います。これでですね、えっと、GHS っていうツールがあるので、このツールを最後に使ってみたいと思います。これはですね、ヒストロカーブストランスフォーメーションでトーンカーブをやるよりももうちょっとトーンカーブを使いやすいものです。で、これがプレビューで拡大します。で、やりたいのは、こういう明るいところをもう少しキリッと明るくしたいので、この暗黒体と明るいところの際のあたりをクリックすると、だいたいこのトーンカーブこの辺なんですね。これで Send to SP とやってやると、ここを中心に S 字を作れっていうのができますので、ここで、ストレッチファクターでちょっと上げていきます。グッと上げると上げすぎちゃうんですけども、これぐらいですかね。ちょっと上げます。上げすぎだな。これちょっと3ぐらい。これぐらいですかね。これかけない場合、かけた場合。悩ましいですね。これかけない場合、かけた場合。やっぱこれじゃちょっと明るくていい感じかな。もうちょっとやってみもうちょっとやってみようか。これぐらいですかね。でかけない場合、かけた場合。これやってみましょうか、実行。これが前の状態、後の状態。こっちの方が、ちょっとしっかりしていい感じですかね。あと、この辺、ハローをもうちょっと広げてみますか。もう少し周辺を広げるためには、この辺、ちょっとこれ、プレビューでやって、この際のここをまたクリックしてやると、この辺、この際の明るさ、この辺なんですね。なんで、際のあたりをこうクリックして、この辺を軸に Send to SP ってやって、またちょっと、これを少し上げてみます。これもね、やりすぎるとね、あれなんですけど、これで実行しましょうか。これが Before、After。どっちがいいですかね。After、Before。こっちの方が立派ですかね。ハローも広がりますからね。じゃあこれでいきましょう。はい。これで完成。で、私ですね、これ、アンドロメダ向きをどうするか問題があるんですけども、こっちが手前なんですよね。で、こっちが奥。暗黒体が出てますから、暗黒体見えてます。こっちが手前なんで、手前を、手前にした方が分かりやすいと思うので、ここでですね、ローテーションで、時計回りに90度回転。こんな風ですよ。あれ、逆だった。時計回りに90度回転。クロックワイズ押されてませんね。戻します。時計回りに90度回転。このようにいつも失敗しながらアンドゥリド繰り返しますけど、こんな感じでアンドロメダを仕上げました。はい。今日はピクスインサイトを使ってアンドロメダ銀河を画像処理をするというのをやってみました。一つは DBE で背景をしっかり作るということと、もう一つは
前処理でドリズルすることで、色補完をなくしてあげて、色合わせをきれいにしてあげるっていうポイントがありました。また、作業するときは、何度もアンドリードを繰り返しながら仕上げていきます。アンドリードの時さっきやりましたけども、このロードヒストリーエクスプローラーってやって、これ何度もですね、この任意の位置に戻れますので、任意の位置に戻りながら、繰り返しやりますし、もう一つ、例えば、こっからやり直したいって時に、この処理が不要だったから、こっからやり直したんだけど、あと残したいっていう時はですね、これをこうやってダブルクリックすると、プロセスコントローラーでこういう風になってますので、そうすると、例えば、ここに戻ってあげて、他の作業やるときに、前の処理はここに残ってますので、ここで何やったって全部出てきますから、出てきますので、元に戻って消してしまっても、もう一回戻ることができます。もう一度先ほどの作業を続けることができます。はい。こんなところで、アンドロメダ銀河の画像処理でした。またですね、他にも画像処理について質問などございましたら、お気軽に、コメント欄、もしくは私の楽しい天体観測のブログの質問コーナーにお便りしていただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。